基本的にはすげえ適当な対応するんで、仕事増やしてもダメですよね。いろんなサポートをする。あなたがしてたら、あなたの仕事増えますよ。究極はね、じゃあマネージャー辞めたらって。こんにちは、モンジです。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、そして人間育成術などを話していきます。ということで、今日は何でしょうか？はい。ちょっと今日は僕深刻な悩みがありましてですね。今ちょっと僕会社の中で中間管理職っていうポジション立場なんですけど、ちょっと正直僕自身今までそういうポジションの経験とかではなくて、会社の人員の欠如っていうのもあって、精神的に結構追い詰められてるんですよ今。その中で部下のマネジメントだったりとか売上向上とかっていうのを任されてるので、そういう多角的な部分で結構今僕精神的に病んじゃっていて、で、ちょっとどういう組織づくりをしていけば中間管理職、いわゆるリーダーみたいなポジションの人がこう潰れずにうまく組織を形成していくことができるのかなっていう、モン社長ももちろんご経験があることだと思うので、ちょっと助言いただきたいなと思う。とにかく今メンタルがボロボロなんですよ。大前提、病むとか、辛いとか大変もそうですし、ネガティブなことはつかない方がいいですよね。前提としてそうですね。辛いことも当然ありますけど、当たり前じゃないですかと。仕事やってればそうだし、何か頑張ろうとして何か達成しようと思ったら、当然一筋縄でいかないのは社会なんか全部そうだから、ただ全てプロセスの話なんで、すぐだからなんか潰れちゃうとか、病むとか、やめたいとか、そういう発想になること自体はもうまず変えた方がいいですよね。そうなるんだったらもう彼女はやめた方がいいですよ。大体ね、業績がうまくいってない時にみんなネガティブなんですよ。それはそうかもしれないですね。だってうまくいってれば別にいろんな大変なことがあっても結果出てるしうまくいってるから、これは大変だったけど結果出てるからやったね、頑張ったねみたいな感じで勝手になんかポジティブになるんですよ。病んじゃうとか大変だとか潰れちゃうとか、その前に事実として何があるのか解析していくと、とにかくうまくいってないんですよ。もしくはうまくいってる手応えがないんですよ。だからそう思っちゃうんですよね。だから直すべきことはうまくいかせることですよね。うまくいかせる。うまくいかせるために何をするかっていう話が最も重要だと思うんですよ。でそう考えていくと未来のことを考えるんで、考えてるうちにそれはネガティブなことが多分消えていくと思いますよ。上司に相談してもあんまり的確なアドバイスなのかなこれみたいなことが多くて、僕はね、上司に相談するのはあんまりないんですよ。そういう方報告はいいですよ。うまくいってませんと、こういう結果出てますと、ちょっと今うまくいってないのが原因で、なかなか組織内もガタガタしています。100歩譲ってこの報告はいいですと。ですけど相談して上司の仕事を増やしてもダメですよね。だって本来ですよ、会社とか社会ってどういうふうにやる構造であるかって言ったら、社長が例えば一人で始めた仕事を、社長一人でできないから部下が増えてメンバーが増えていくわけじゃないですか。上司ができないからそこにメンバーがついて人が増えていくわけじゃないですか。ということは本質的には上司の仕事を奪うことがみんなに課されてるわけですよ。だから上司に仕事を増やしてどないすんねんとまずいう話なんで、報告はしなければならないし、必要な相談はしますけど、今の相談はじゃあどうしよう、俺どうしたらええねんじゃないですか。原則としては報告はいいけど上司の仕事を増やすのは良くないです。でそういうことをあなたがしてたら、あなたもそうやって部下からいっぱい相談来てあなたの仕事増えますよと。部下が上司に仕事を増やすのが正になりますよ。逆ですよねという話なんで、相談するとしたら僕は上司じゃなくて部下ですよ。部下ですか。困ってるなら困ってるって言えばいいんですよ。かっこつけずに。だからみんな結構かっこつけたりとか、マネージャーは毅然としてあるべきすごい思ってるんです多分ね。くだらなと思って、困ってるなら困ってるって部下に言えばいいじゃないですか。いや、俺手一杯なんで困ってんだよと、って言ったら、一人や二人ぐらい、じゃあなんか僕できることあります、手伝いますよって言ってくれる人多分いますよ。いなかったら、そもそももうあなたの多分人望がなさすぎるんで、もう終わってます。だから格好をつけることはなくて、チームメンバーにまず一回頼ってみろと。頼れと。それはやっぱ重要だなと思いますね。一人でも二人でも、意外といいやつ多いから結構みんなってね、じゃあ自分何ができますかっていりますよ。だって人が困ってるんだ目の前で。ってなったら、俺のためにこうやって言ってくれてるとか、チームのため、俺のため、俺が困ってるって話したらこうやって好意的に受け止めてくれたとかっつったら、ちょっと自分も頑張ろう、もっと頑張ろうって思うじゃないですか。みんなもね、そうやってやってくれたら、俺いい方向に向きますよね。それはなんか格好つけて、俺は困ってないよ、全然大丈夫だよ、俺いっぱい仕事あるけどね、俺で仕事できるからねみたいな感じで気取ってたって、で裏側ではねボロボロになってて、上司にやばいっす、辛いっす。でそれ聞いた上司もで辛いかな、もう頑張れとしか言えないじゃないですか。何が解決するのって話になりがちなんですよね。上司に相談したところで結局の結論は
もうマネージャー変えられるか、上司が介入してその解決しに行くか、適切なアドバイスをできるかって話なんですけど、そもそも本人が前向きになってやる気を出してくれないと、全部絵に描いて持ちになっちゃうんですよ。上司としても考えるのは、常に困った時にずっと相談して親身になって介入し続けちゃうと、常にそれが発生することになってまた上司仕事増えるんですよ。避けたいわけですよね。だから本質で言うならば、なんとかこれを乗り切って一皮向けてもらいたいみたいに思ってる人も多分いると思うんですよ。僕は結構そう思うんで。だから最低限のメンタルが終わらないようには、もちろん常日頃からいろいろケアはしますけど、基本的にやっぱ頑張って乗り越えてくれると。乗り越えられるようなサポートをすると。なるほど。いう感じですよね。本当考え方っていうか、病むとか辛いとか、そういう言葉を僕はずっと吐き続けてきたんですけど、そういうところから直せと。だからその仕事のできるできないの話で、まずやっぱ結構メンタルの話って結構重要なんですよね。メンタルの話。例えば過剰なプレッシャーとか、心身ともに疲労とか。僕からしたらその当たり前だから、いちいち口に出して言うの。怖いです。で、一番はやっぱり、自分は大変だとか、俺がすごい忙しい、俺が大変だとかって散々言うやつたまにいるんですけど、僕言われたら大体こう言いますよね。それ自己中すぎない。みんな大変なんだけど、俺、あなたより大変じゃないように思える？他の同じようなマネージャー、あなたより大変じゃない？あなたの上司、あなたより大変じゃない？あなたより全員楽なの？みたいな。楽だと思ってるの？みたいな。自分だけ被害者みたいな自己中すぎるよと。みんな大変。世の中見たらもっと大変だと死ぬほどいると。そうやって自分だけ大変っていうのは、自分のことしか考えてない証拠だよと。悲劇のヒロインにでもなりたいなと。あなたがやるべきはそういうことじゃないですよねと。結構やっぱ萌社長にも来ますか？そういう相談っていうか、大変なんですみたいな。いや、あんま来ない。だからその相談をすることっていうのは何なのかって話ですよ。上司に相談するってことは、自分で判断決断できない。自分が権限を持ってない時に、上司が権限を持ってる時にその決裁を取りに来る相談みたいな話と、自分で決めれないこと、判断できないことを相談しに来るわけじゃないですか。何かを物事を決めようとか進めようっていう時ですよね、基本。それはもちろんもしかしたらちょっとネガティブな方向あるかもしれないですよ。この人を移動させたいとか、この人をどの子あるかもしれないですけど、基本的にはそういうことなんですよ。だから相談にもなってないじゃないですか。どうしたらいいですか、何に困ってるか教えてみたいな。中途半端になんか論点のわからない相談って持ってこられた時に、仕事であれば、基本的に自分で考えたらって言うんですよ。論点が明確で、それは上司に相談すべきことだよねってことだったら当然適切にアドバイスしますけど、支援しますけど、だからちゃんと持ってこないと基本的にはすげえ適当な対応するんで、それみんな分かってるから適当には持ってこないですよね。適当に持ってきたらあしらいますよ。ちょっと何が言いたいか分かんないから整理して持ってきて、どうしたいのみたいな。そのネガティブにすごい来られても、究極はね、じゃあマネージャー辞めたらみたいな。それをさっき言った多席じゃないみたいなことを文化としてある程度できてるので、ネガティブはほぼ来ないんですね。一周されたりするんで。ある意味いい意味で言ってもしょうがない。そういう文化形成をしてるんで、ないんですね。前提としてはやっぱりうまくいってないから、そういうネガティブメンタルになると思うんで、やっぱうまくいけばいいんですと。どうやったらうまくいかせるかということにちゃんと注力して思考を使いましょうと。上司に相談することも時には必要ですけど、逆に部下に相談してみるということも非常に重要なことだと思うので、自分のくだらないプライドを捨てて、そこは正直に部下にも助けを求めると。これも一つ重要だと思います。とにかくリーダーだからって別に格好つけることないんで、困ったら仲間に頼りましょうと、いうことですよね。このチャンネルでは組織づくり、人材育成のこと、そしてビジネスに役立ちそうな知識、そういった動画をいろいろ配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして最後に、この動画もいいねを押していただけるとすごく嬉しいです。ありがとうございました。